サビクイディスコ監督の碇敦です。副監督の又谷大輔です。キャラクターデザインの浅利愛です。よろしくお願いします。お願いします。ということで5話終わったんです。終わったんでしたけど5話はあれですよね、なんかアニメオリジナルの話があって。そうなんです。あれなんですよ、シナリオ会議でみんなで話し合って、やっぱキノコモリとそのサビクイの関係をもうちょっと掘り下げて、パウがこの後後半で出てくる時に何やってたのかなみたいな、原作では描かれなかった部分をちょっとだけ入れ込みつつ、キノコモリとサビのこの関係性みたいなやつをちょっとこう、どうしてキノコモリがサビを広めてるみたいな話になったのかみたいなやつをオリジナルの話数でちょっと掘り下げるみたいな入れてもらってましたね。脚本は安永さんが書いてて、で雰囲気は大友さんの漫画のドームっていう、あれでなんかちょっと団地をこう舞台にした感じで、夫婦がいるんだけど、夫婦は敷島夫婦って言って、敷島の旦那さんの方の声優さんが島田さんって言ってベテランの声優さんが、あれですよね、チーマークさんのおじいちゃん。そうあとはガンダムのシロッコとか、あとブロリーだね、まだブロリーで、奥さんは悦子っていうてっちゃんは声優さんが大原さんやられて、ヨルムンガンドのバルネとか、それメンバーやられてますよね、ヨルムンガンド。やってたバルネが1話で暴れるし、すごい。あとフェイトゼロのイリアのお母さんとか出てますね。意外にね、それもやられてましたね、フェイトゼロ。すごいですね。あとゴトイタとかも、清水さんがやる。ゴトイタといえば清水君が今回のディスコも手伝っていただいて、素晴らしいですね。意外に縁が深いです。あります深いですね。それなんかあれなんですか、カルベロ社会に出てくる子供たち、あれのデザインってあれオリジナル？ナッツ、クラム、コウスケはデザイン、もともと原作にイラストがあったんで、それはそのままで、キューピーだけがいなくて、それを赤木先生がきちっとキャラクターデザインしてくれて、それを私、袋かぶってるやつ。そうですそうです、袋かぶってる子が。あれはフレコの時に小泉さんが袋ないかっつって袋に穴ビシビシって開けて、実際声優さんにあれをかぶってもらって、リアルキューピーで台本で隠したりとかしない。そうそれすごいリアルですね。あとキューピーが飛び踏みに向かってこう M2 っていう機関銃を撃つんだけど、あの時シナリオでは何も言ってなかったんだけど、あそこだけちょっと叫んでくないかっつって、ランボーみたいな。いいですね。スイカの夢のちょっとあれ色間違いじゃないですか。あれは先生から言われてね。ですね。皮が赤くて身が緑っていう。さすがです。そうです。なのであれは間違いではございません。ディスコの世界ではスイカではある。そうです。でカルベロの子供たちが住んでる鉄人の街のデザインはそのさんがやっていただいて、レイアウトもそのさんに。ですね。かっこいい。かっこよかったですね。ご飯の一押しのシーンはどこですか？最初の方だとパウーとゾンビみたいなミイラ人間なんだけど、あれが最後こう揉み合ってパウーが爆発して脱出するみたいな、あの辺は敷島夫妻がこう包丁研いだりとか、あの辺はメインアニメーターの松原さんがやってた。すごいいい感じの、なんかもう確かに雰囲気ありますよね。昔のアニメ見てるみたいな、なんか確かに急激なホラー。すごい。その直前のゾンビ化した人間とかは滝川さんが書いてくださって、なんかゾンビの服装もなんかちょっと裏設定というかオマージュがあるんで、ぜひ皆さんで何か考えていただいて、世界はどこでもいいからいいですね。でラストの飛び服をこう鉛だけだっけ、重くなる、あそこを倒すとこは井川さんがまた
大活躍。すごいですね。前後にあたって井川さんがすごいね。ちなみにこの台本の表紙は、キャラクターデザインの浅井さんがかわいいですね。素晴らしい。書きました。どうでした？どうでしたもうむしろ5は井川さんだったから井川さんに書いてもらえばよかったなって。そうだったんだ。6話は浅井さんが大阪。6はそうですね、確か。6はそうだと思います。偶数と奇数で分けてたんですよね、あれ。でしたっけそういう呼び方しましたっけわからない。偶数は浅井さん、奇数は井川さんっていう。そうでしたああ、ね。確かに。もしかしたら違うかもしれない。ああ、そうか。じゃあ交互にやってたりしてたんで、なんか明日の方は最後だからってことで私がやらせてもらったんですけど、なんか途中からちょっとこなせなくなってきて、井川さんがちょっとお願いしてもらって、カット数もその分自分で捜査官と作家やるってことでたくさん持ってもらって、まあ、井川さんには頭が上がらないっていう感じで、はい。すごいね。すごいですね。次あれですよね。ゲームマンでプリは武田君が、後輩になるんだけど、手伝っていただいて、どの辺やられてた？リスコが戦いが終わってラストで芥川って叫んで飛び降りるで着地するシーンをいいシーンですね。素晴らしいです。すごい。ガマの最初の巨大号も出てくるじゃないですか。出てくる。あれでなんかどうやったら CG ですか？いや、あれはセルでパーツをこう足とか全部胴とか顔を全部分けて、それをスライドさせて動いてるように。見てた。そうなんですよ。大成功ですね。それをちょうど今年の春に入った翔くんっていうオープニングのクジラを描いてる翔くんにそれをまた二元してもらって、すごい細かく描くんですよね。すごいですよね。小出さんがもしかしたら怒ってるかもしれない。めんどくさい。聞いてみないと分かんないですね。誰やったの？最後プラムが振られてるシーンですごい悲しい顔して、もともとのコンテ、僕の書いたコンテだとすげえ無表情で聞いてたんだけど、演出の栗山さんがすげえ悲しい顔しようっつって、でもなんかいいですよね。見ろ許さねキャラの性格が出ていいですね、なんか。で次の6話も栗山さん演出で、スタッフの間ではチロル会って言われてた、チロルファン必見の回となっておりますね。いいですね。ぜひ6話も見てください。